ハンドメイドきよちゃんです。今回はこちらのダイソーさんの 150g の大玉のポリエステル毛糸1玉でカフェカーテンをご紹介します。1玉 600m のこちらの毛糸でどのぐらい編めるか、簡単な編み方で作りましたので、最後までぜひご覧ください。他にもこの大玉のポリエステル毛糸で編んだ作品を多数紹介していますので、概要欄に貼ってありますので、そちらもご覧ください。糸の詳細がこちらになります。ポリエステル 100%、約 150g600m になります。使用針が 3.0mm から 3.5mm になっています。今回は 3.0mm の5号針を使用します。お手入れ方法はこちらです。手洗いできます。アイロンは不可になってますので、スチームは必ず編み地につかないよう浮かせてかけてください。カラーは今回は RPB1 ホワイトを使用します。木をイメージして森林のような柄にしようと思って編んだので、グリーンで編んでもいいかと思います。では作品を紹介します。こちらが完成作品になります。木が連なった感じで、カントリー調のとっても可愛い作品ができました。長編みと鎖だけの簡単な編み方になっています。ここ長編みです。編み地部分は長編みで、ここも長編みになっています。みんな長編みで、穴のところが鎖編みです。サイズはこの幅が78センチ、丈は58センチになりました。上から下に向かって編んでいます。以前編んだこちらのカフェカーテン、概要欄にも載せますが、あちらより少し小ぶりですが、一玉でこちらは編めます。70センチ幅の窓に実際にかけてみました。ホワイトで編んだので、雪が積もった冬景色の森林といった感じです。同じ種類でグリーンもあります。春は新緑のグリーンで編んでもいいかと思います。お好きな色でぜひお編みください。編み地は突っ張り棒に通してかけてあります。糸と一緒に100均で購入できるかと思います。では編み方を紹介していきます。ラベルを外して中から糸端を出します。こちらの毛糸、なかなか糸端が見つからないので、まとめて中から出してしまって糸端を探せばいいと思います。たくさん出てしまいましたが、ほぐしながら見つけてください。かぎ針は 3.0mm の5号針を使用します。他に用意するものがこちらになります。鎖の作り目から編みます。指にこのようにかけて、糸端は10センチぐらいでいいです。針を向こうからこのようにくるっとひねって、針に糸をかけて引き出します。糸端を引っ張って輪を絞り、ここから鎖を編んでいきます。針に糸をかけて1、針に糸をかけて2、3、緩めに編んでいってください。171目編んでいきます。171段編んだら1段細編みを編みます。机を変えました。糸がホワイトなのでこの方が見やすいかと思います。では細編みを編みます。最後の目を押さえながら立ち上がりの鎖を1目このように編みます。そしたら押さえていたこの最後の作り目の裏山、このちょっと見えにくいんですけど裏山をポコッとしたこの 2目目のところに針を入れて細編みを編みます。
そしたらマーカーをつけておきます。同じように裏山を拾って、このように鎖になっている裏山、ここに針を入れて、細編みを1目ずつ編んでいきます。171目編んできました。2段目は棒を通す部分の段になります。立ち上がり鎖3目で長編み1目分になります。3目目にマーカーをつけて、端は3目長編みにするので、あと2目長編みを編みます。前段の最後の目は編まずに、この立ち上がり分に最後の目はなるので、編まずに2目目にマーカーをつけて、こちらから編んでいきます。編み地をひっくり返して、マーカーの目に針を入れて長編みを編みます。はい、こちらに長編みを編みます。これで長編み2目編んだことになります。もう1目隣の目に長編みを編みます。これで長編み3目編んだことになります。そしたら鎖5目編んで5目目を飛ばします。1、2、3、4、5目飛ばして、6目目からまた長編みを編んでいきます。今度からは長編み5目編んでいきます。これで長編み1目。こちらの穴のところに棒を通す形になります。長編み2目、3目、4目、5目。はい。で、また鎖5目の繰り返しになります。はい、端まで来ました。最後は長編み3目で終わるので、最後のこのマーカーをつけてあった目も長編みで終わります。はい、このように端は長編み3目で終わっています。そしたら次からは木の模様になります。立ち上がり鎖3目で、これが長編み1目分になります。3目目にマーカーをつけて、そのまま鎖を3目編みます。1、2、3目編んだら、この前段の鎖5目の真ん中に長編み3目を編み入れます。1、2、3、4、5ある3目目真ん中に長編み3目を編み入れるので、ちょっとこの3目目にマーカーをつけておきます。そしたら編み地をひっくり返して、このマーカーのところに長編み3目編み入れます。ちょっとぐっと足を引っ張るように、伸ばしてから長編みを、最初と最後はそのように編みます。はい。このように3目編んだら、鎖3目で、今度は長編み5目の真ん中、3目目に長編みを編みます。はい。このように編んでいきます。次は鎖3目。編んだら、
この鎖の真ん中に長編み3目を編みます。で、3目編んだら、鎖3目で真ん中に長編みで、このように繰り返し編んでいきます。端まで来たら、鎖3目編んで、この最後の前段の最後の目、マーカーをつけてあるところに長編みを編んで、これで1段目が終わります。はい。そしたら2段目。2段目も最初は立ち上がり鎖3目で立ち上がります。これが長編み1目分になるので、3目目にマーカーをつけておきます。次は鎖2目なので、そのまま2目鎖を編みます。そしたら長編み2目編み入れるのですが、この3目編んだ端の目に長編みを2目編み入れます。編み地をひっくり返して、この目に長編みを2目編み入れます。前段の真ん中の目は長編み1目だけ編んで、前段の3目目の目にまた2目長編みを編み入れます。これで長編み5目編んだことになります。そしたら鎖2目編んで、長編みのところに長編みで編みます。はい。この繰り返しを編んでいきます。鎖2目編んだら、最初の目と最後の目は長編み2目編み入れて、真ん中の目はそのまま1目だけ長編みを編む。で、長編みのところ5目長編みになります。はい。そしたら鎖2目で長編みのところに長編みで編み留めていきます。繰り返します。はい。端まで来ました。最後鎖2目編んで、このマーカーのところに長編みを編み入れたら、2段目が、この木の模様の2段目が終わります。3段目も立ち上がり鎖3目編んで、これ長編み分になります。3目目にマーカーをつけて、今度は1目だけ鎖を編みます。そしたら、今度長編みを編んでいくところが、この5目ある端のこの目に針を入れます。編み地をひっくり返して、両端は長編み2目編み入れるので、この目は2目長編みを編みます。はい。もう1目。そしたら真ん中の3目は1目ずつ長編みを編んでいきます。1、2、3。で、端の目は長編み2目編むので、ここは2目編み入れます。
これで長編み7目編んだことになります。はい。2目ずつ端は編むようにしてください。鎖を1目編んだら、長編みのところに長編み。はい。繰り返します。鎖1目で、端は長編み2目。はい。真ん中のところは、鎖3目。1目ずつ3目編みます。1、2、3。で、端の目は長編み2目編み入れます。はい。このように編んでください。はい。模様の3段目の最後、鎖1目編んだら、このマーカーがついている最後の立ち上がりの目に針を入れて長編みを編んで終わります。はい。これで3段1模様の木の模様が終わりました。あとまた1段目と同じ編み方になっていくんですけど、この4段目だけは針を入れるところが1段目とちょっと違ってるので紹介していきます。4段目、立ち上がり鎖3目編んで、3目目にマーカーをつけたら、そのまま鎖3目を編みます。そしたら編み地をひっくり返して、前段の長編みの真ん中の目に長編みを3目編み入れます。1、2、3、4、5、6、7ある真ん中4目目に長編みを3目編み入れます。はい。このように編み入れていきます。そしたら1段目と同じように鎖3目編んで、また最初の長編み1目、長編みのところに長編みを編んで、これの繰り返しで編んでいきます。はい。4段目の最後に来ました。長編みを3目編み入れて、鎖を3目編んだら、最初のこの立ち上がりの目に長編みを編んで終わります。あとは同じ編み方の繰り返しになりますので、この2段目、3段目、4段目をチャプター機能で見ながら編み進めていってください。この木の模様43段目まで編み進めてください。はい。43段編み終えたら、だいたい幅が80センチ、長さが46センチになりました。こちらからの編み方じゃなくて、反対ですね。下から上に向かってこのように編んだ形になります。そうすると残りの毛糸がだいたい 32g になりますので、残りあと少なくなってきましたので、ここで下の模様に入りたいと思います。この下の模様の間に長編みを2段入れたいと思います。立ち上がり鎖3目で立ち上がって、ここ鎖3目だったので、3目長編みを編みます。側に穴に針を入れて長編みを3目編みます。
そしたら、この長編みの3目のところに1目ずつ長編みを編みます。はい。で、この穴のところは側に針を入れて、長編み3目編みます。で、前段の長編みのところは長編みを編みます。はい。このように編んでいきます。最後に来ました。長編み3目のところ1目ずつ編んで、穴のところに長編み3目編み入れたら、はい、3目編んだら、立ち上がりの3目目、マーカーのところに針を入れて、長編みを編みます。長編みを編み終えたら、もう一段長編みを171目編みます。立ち上がり鎖3目編んで、3目目にマーカーを入れて、前段の初めの長編みの目は立ち上がり分になるので飛ばして、次の目に針を入れますので、マーカーをつけておきます。編み地をひっくり返して、マーカーのところに針を入れて長編み。わかる方はマーカー必要ないですが、1目ずつ長編みを編んでいきます。立ち上がりの3目を含めて長編み171目編みます。これで3目編みました。これで4目目、5目目。最後に来ましたマーカーを外して長編みを編んで、これで171目編み終えました。そしたらチェックの模様に入ります。立ち上がり鎖3目編んだら3目目にマーカーを入れます。一番端から2番目、ここが前段の端の目ですので、2番目、ここにマーカーをつけておきます。編み地をひっくり返して、マーカーのところに長編みを編みます。立ち上がり鎖3目が長編み1目分になるので、この長編みを編んで、これで2目長編みを編んだことになります。3目編んだら、次鎖3目、1、2、3目編んで、前段の3目を飛ばして、4目目に長編みをまた3目編んで、鎖3目の交互にこのように編んでいきます。はい、最後3目長編みを編んで終わります。この立ち上がりのところに3目目を編みました。そしたらチェックの2段目は立ち上がり鎖3目編んで3目目にマーカーをしたら、そのまま鎖を2目編みます。はい、これが前段の穴の部分になります。はい、そしたら前段の穴のところに側に長編みを3目編みます。はい。そしたらまた鎖を3目、この
前段の長編みを飛ばして、この穴のところに即に長編みを編んでいきます。次鎖3目、またこのように長編み3目で繰り返し編んでいきます。はい、2段目の最後に来ました。最後は鎖2目編んで、マーカーのところに長編みを編んで2段目が終わります。はい。そしたら1段目の編み方になります。立ち上がり鎖3目編んだら、この穴のところに即に針を入れて、長編みをあと2目編みます。これで立ち上がりも含めて3目編んだことになります。そしたら鎖を3目編んで、あとは同じようにこの穴のところに長編みを3目ずつ即に編み入れていきます。鎖3目、長編み3目を交互に編んでいきます。そして3段目の最後は穴に2目長編みを編んで、最後に立ち上がりの目に長編みを編んで3段目を終えます。はい。そのように繰り返して8段チェックの模様を編み終えました。1玉編んできて、この時点でこれだけ残っています。重さでだいたい 4g 残っています。最後細編みと鎖の繰り返しで2段編んで終えたいと思います。立ち上がり鎖1目編んで、この最初の目、前段の長編みの目に針を入れて細編みを編みます。そしたら鎖を1目編んで、前段の鎖の2目目のところに、即に針を入れてでもいいです。細編みを1目編みます。鎖1目、長編み3目の真ん中に細編み1目、はい、ここに細編み1目、鎖1目、穴のところに即に細編み1目、鎖1目、細編み1目で編んでいってください。目を拾っていくとちょっと大変なので、そのように編んでいってください。2段目は細編みを2目続けて両端編みます。ここ2段目の最後も同じように鎖のところに細編みを編んで、最後の目細編みなので細編みのところに細編みを編んで編み終えています。2段編み終えたらもう残りがこんだけになりました。2g ぐらいでもう編み切って終わっています。最後に糸端の始末をします。糸端のこの編み地の縦のところに、端のところにこのように縫い付けて、ある程度縫ったら戻る形でこのように縫い付けて糸をカットします。ちょっと糸を割るようにね、縫うといいと思います。はい、どうでしょうか。あまりね、わからないように綺麗に始末できたと思います。そしたら最初の編み始めの糸端も同じように縫い付けて始末をしてください。最後にスチームを浮かせて当てて形を整えたら完成になります。
参考になった方はグッドボタンよろしくお願いします。簡単な編み方で一玉でできますので、ぜひ編んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。